ベトナムネリバー7月31日のベトナムニュースをお伝えします。こんにちは。まず本日の主なニュースです。はい。経済分野では東急がドンナイ省の大規模都市開発に参画。テノックスはコンクリートクイ工商の買収を発表しました。ビングループ傘下のビンコムリテールは増益となっています。社会分野に目を向けますと、ホーチミン市が住民の定着率で世界2位にランクインしました。その一方でタンソンニャット国際空港は世界の空港評価でワースト3という少し厳しい評価も出ています。これらのニュースについてこの後詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まずは経済のニュースからですね。日系企業の動きが目立ちます。まず東急ですが、南部ドンナイ省の泉シティという大規模な都市開発プロジェクトに参加しますね。これは地元のナムロンインベストメント、それに阪急阪神不動産との共同事業ですね。そうなんです。第2期として年内には約500戸の低層住宅の着工を予定しているとのことです。それからテノックスの動きもありました。はい。こちらは南部タイニン省にあったコンクリートパイルの製造工場を買収しました。地場企業との合意を経て11月には操業を開始する予定だとか。これで設計から製造、施工まで一貫して手掛けられる体制を整えるということのようです。他にも日系企業の動きはありますか？ハイメディカルがベトナムの歯科用品輸入販売企業 NV デントに 40% 出資しました。アジアでの事業拡大を目指しているようです。会計の A グローカルではグループの新社長にベトナム法人の社長だった実原京主氏が就任しました。あとこれは少し大きな流れですが、フォスター電機やタカラトミーといった企業がアメリカの関税リスクを考慮してベトナムを中心としたサプライチェーンの多極化を進めているという動きもあります。なるほど。ベトナム企業の動向はどうでしょうか？まずビングループ傘下のビンコムリテール、こちらは2025年第2四半期、つまり4月から6月の決算が好調でした。純利益が前年の同じ時期と比べて 20% 以上増えたと。1兆2330億ドンですね。モール事業の回復と新しいモールのオープンが貢献したようです。他の大手企業も好調ですね。はい。テイゾイジードン MWG ですが、25年の上半期1月から6月の売上高が前年同期比で 12% 増、純利益は 54% 増と大幅に伸びています。第2四半期だけ見ると過去最高の利益だったとか。そうなんです。 FPT リテールも25年上半期の連結決算は増収増益。特に傘下の薬局チェーンロンチャウが好調だったようです。一方で少し違う動きもありますね。国営電力の EVN は2024年8兆2380億ドンの純利益を計上し黒字転換しました。ただ累積の損失はまだ大きいままなんですよね。そうですね。その一方でニントーアン省での原子力発電所計画の再開に向けて1兆3000億ドンを超える投資を行うという話も出ています。不動産関連ではノバランドグループはどうでしたか？ノバランドは25年第2四半期は1900億ドンの純損失でした。ただ赤字の幅は前の年の同じ時期と比べると大きく縮小しています。自動車関連では TMT 自動車の動きがありました。はい。電動バイク用のバッテリー交換ステーションを設置することと電動バイク5車種を発売すると発表しましたね。政策やインフラ関連のニュースもいくつかあります。 KPMG がアメリカの関税の影響を予測するツールを開発して公開しました。JICA国際協力機構は日本の技能実習生向けの求人情報を見られるアプリ DJ アップを公開しました。悪質な仲介業者を排除する狙いがあるようです。法令の改正もありますね。8月1日から国家資本投資管理法が施行され国営企業の自主性が拡大されます。他にも金融の安全性を強化する規定などが施行されるようです。インフラ開発では中部安外省のズンクワット経済区で国家レベルの製油エネルギーセンターを建設する計画が進んでいます。総投資額は最大で20億米ドルにもなると。同じクアン外省ではホアファットグループの子会社が進める鉄道用鋼材工場のプロジェクトも承認されました。さて続いては社会面のニュースです。はい。まず明るい話題としてホーチミン市がアメリカのゲンスラー社が行った都市の魅力度調査で住民の定着率が高い都市として世界65都市の中で2位にランクインしました。1位は台北だったんですね。ただその一方でという話になりますが、タンソンニャット国際空港の評価です。こちらはアメリカのエアヘルプ社による世界の空港ランキング2025年版で250空港中248位、つまりワースト3、
という厳しい評価でした。ハノイのノイバイ国際空港も242と、こちらも低い評価でしたね。都市の魅力とインフラの評価にギャップがあるということでしょうか。そういう見方もできるかもしれません。インフラ関連では電動バイクへの移行に関する動きもあります。ベトナム二輪車製造業者協会 VMAM が政府に対してガソリンバイクの禁止時期の再検討を求めていると。準備期間として最低でも2年から3年は必要だと主張しています。充電インフラの不足も懸念材料として挙げていますね。健康に関する話題もあります。ベトナムではがんや糖尿病といった非感染性疾患が死因のおよそ8割を占めているという報告があります。予防的なケアへの転換が課題とされています。最後に教育関連です。国境地域の教育環境改善のため、教育訓練省が寄宿学校およそ350校の建設や改良計画を発表しました。総事業費は37兆ドンを超える規模になるようです。さて最後に本日の為替相場です。はい、7月31日、銀行間の為替レートは1アメリカドルがおよそ26,194ドン、1円はおよそ 176.51 ドンとなっています。ここ数日は比較的安定した動きですね。ベトナムネイバー、本日のニュースは以上です。ベトナムの今をコンパクトにお届けしました。次回もぜひお聞きください。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。